いかがお過ごしですか？花田ステパナサトルです。本日お話ししようと思うのは、データモデリングで駆動するっていうところを参考に、実際にどうやってアンタイネット、ゼッテルカステンを使ってるのかっていうのを見て、そして、実際に自分がどう普段仕事をしながら、そして哲学をしたりとか研究をしたりしているのかっていうのを見せていこうと思います。私は自称、ジェントルマンフィロソファー、働く哲学者っていうところをやっているのですけれど、そういうところで実際に、それの助けとなっているツールだったり、ワークフロー、フレームワークだったり、もしくは、なんというか、常に、多くを生産し続けるっていうことができるためにやっていることについてお話ししようと思います。ゼッテルカステンとは何かっていうところのお話をするんだったら、こんな感じでボックスがたくさんあるんですけれど、こんな感じで要は言ってしまえばある種こういったノートとかをボックスに入れるっていうのが一つセッテルカステンの特徴ではあると。でもう一つがこれってそのオブシディアンとかもしくは他のいろいろなノート管理ツールと呼ばれるようなものであるようなものとは似て非なるところがあると。っていうのはそれは何かっていうと、ただのノート管理ではなく、その、ノートではなく、知識を発展させるっていうところ、そしてそれのパートナーであるというところ、私と、このゼッテルカステンとかコミュニケーションのパートナーであるっていうところが特徴としてありますというところですね。で具体的に例えば今回採用している、私がずっと採用しているのが、アンタイネットっていう、スコット・ P・ シェパーさんの、発想のやつ、オリジナルの形のところに非常に近いものになるんですけど、これについて、そのアンタイネット、アンチネットではないっていうところで、どういったやつなのかっていうと、これですね。どういったやつかっていうと、It is analog、そしてニューメリックアルファアドレスを使うと。で、トゥリーストラクチャーを持ってる。インデックスを持っている。で、ネットワークがあると。アナログかつ、数字とアルファベットのアドレスを持っていて、こんな感じですね。で、それで記構造。これとかも見れば分かりやすいんですけど、512.18から181の1だったり2だったりっていう感じで、こういった感じで、トゥリーストラクチャーを持っていると。で、あともう一個がインデックス。こういったどこに何があるかっていうのを、ある程度抑えられるような形のものだったり、そして、ネットワーク。これらがつながっているただのインデックスとかではなくて、こういった例えば私はグリーンのカードを使ってどこに何があるかっていうジャンプができるようにしていたりとかっていうところ、こういった感じで特に領域が全く違うところ、512っていうのを結構アンタイネット関連を置いてるのですが、それとは違って例えば16とかは哲学のところですし、56とかは、ビジネスのところになるかなっていうところ、こんな感じでネットワークが構築されるっていうのがこのアンタイネットっていうものの特徴の一つになります。で、これって、読書とか、もしくは読書をしたり、もしくは、YouTube とかポッドキャストとかでいろんなもので情報収集して、でそれの結果がここに、自分の知識となってここに置かれていくっていうケースなんですけれど、やり方として、いくつか方法があります。実際に知識にも落とし込むための方法が複数あると。で具体的に例えば今やってる本とかはこのデータモデリングでドメインを駆動するっていう本なんですけれど、実際に読んでいってちょっと初見台を置きますかね。実際に読んでいってぶつかってうるさかったらごめんなさい。例えばこうやって読んでいって中でそれで実際に例えば4ページ
とかに指示制御 as、機関系システムの存在理由という感じで置いてたりするんですけれど、これしかメモしてないのかっていうと実はそうではなくて、私機関系システムの開発って一切やったこと、実際にいわゆる機関系システムっていうところの開発ってやったことはないんですけれど、なので結構知らない知識が多くあるとってなった時にどうやるかっていうと、知らない知識があった時で、これは自分の中においてすごく重要だっていうのが分かったら、5610とかがだいたい自分のこの機関系システムに関する事柄なんですけど、こんな感じで5610の10と、存在理由って書いて、で SOE と SOR っていうのがあるらしいとか、なんだそれはよくわからないけれど、これは結構自分にとってエンドユーザーを支援することもあれば事業体を支援することも結構やってるから、これは多分カテゴリーとしては重要だなって思って、すぐにこっちのちっちゃいサイズ、何インチかけ何インチでしたっけね、これは5インチかけ3インチのところに書いて、でそれでパッと次のところに進むとか、帳簿って何っていうところとかも全然知らなかったので、こんな感じでこう知らないやつとかはそのままパッと小さいカードに書き込むようにすると。一方で寝かした方がいいようなやつとかはここに置くと、一旦こっちに置いて、そしてその後で、また自分の知識として落とし込むという感じですね。これってなんでそんなことやってるかっていうと、ちょうどこのデータモデリングでドメインを駆動するの中にも似たようなことが書いてあってですね、我々が、本を読むっていう時には残っていう、何かのタスク、特に知識を発展させて、それでもって、アウトプットをするっていう時はこれですね、 SOA の構造がすごく参考になると。私たちは読書をして、考えてアウトプットをするみたいなね、例えばこういった、業務機能層、こういった機能っていうのがあるんだけど、ここで読んでそれの中で実際に考えるのをまた後にして、でそれでアウトプットをする。こういったところで残の発生と解消、残の発生と解消、残の発生と解消で読書をする体験っていうのはこの一連のプロセスの中に入っているというところになっているので、ある種この読書をした時にどうやって処理していくかっていう時に、読んだ内容からすぐに知らないから書き込むっていうやつと、もう一つはちょっと大きめのやつとかでやってるところとしては、例えば自分の考えを整理する、残とは一体何なのかっていうのを整理したりとか、あとはちょっと大きめのメモとかはなんでこういったところででかい図とかをこうやったり書いたりしたり、もしくはこの本ではまだ考えがそこまで寝込まれてないから、普通に自分の考えをまとめる時とかはこういったデカめの4インチ ×6 インチのカードに書いたりとかいうことをするっていうことをやっているという感じですね。こういった感じのそのデータ、機関系システムっていうところと、残を管理するっていうところとも近いところがあるし、そしてなんて言ったらいいんですかね、実際にこう本を読んでその知識をそのまんま一旦書くっていうところと、寝かして、それで、もう一回自分で考えて自分で文章を書いて、でそしてその結果をどこかでアウトプットするっていうところに分かる。今回のような本を読む時のアンタイネットの使い方っていうのは、ブック、本からそのままメインカードを書くっていうところと、本を読んでその中で一旦大事なところをビブカードに書いて、そしてそれをメインカードだったりインデックスカードに書き込むというところがあるというところです。でこれの大事なところは、大事なところ、つまりこれがゼッテルカステン、アンタイネットゼッテルカステンが、管理ではなく発展のため、知識の管理ではなく知識を発展してくれるパートナーであるというために一番大事だと私が思ってるのは、
これは現実のその複雑さ、カオスさをそのまま受け入れてくれるっていうところですね。10分経ちましたね。例えばこれとかはこれはですね、マノビッチネット会談の民族学っていう本の中を読んでいたら、マノビッチっていう人がナラティブとデータベースの比較っていうところの話をしてて、これってすごくこの今のアナログでやっていることっていうところと大事だったりとかっていうところで512のところに置いたりとか、またデータベースっていうのはちょうど今やってるようなこの機関系システム周りとかでも扱われてるし、単純な RDS ではなく他の多次元データモデルとかも同じような感じで話が進んでいくので、こういった、奇妙な出会い、この現実というカオスに付き合うだけに足る、そういった、フレームワーク、っていうのがアンタイネットゼッテルカステンであるっていうところで私は使っていて、それでもって、まあ自称ではありますけれど、ジェントルマンフィロソファーとして、日々生活をしているという感じです。今回の話があなたの参考になったのなら幸いです。それでは、青を心に。